はあ、里帰り。じゃあずっと実家にいればいいんじゃね。金も稼げない寄生虫の顔なんて見たくないんだよ。そう言って高笑いをする夫。大丈夫。もう見ることないから安心して。は、私がそう言うと、夫は動揺しているようだった。嘘だろ。どうしてお前が。私の名前はのぞみ、33歳の主婦だ。夫の正人とは結婚して3年になる。私たちの出会いは合コンで、推しに弱い私は彼の積極的なアプローチに押されて、交際がスタートした。それから1年ほど交際を続け、彼からプロポーズをされて結婚することになった。結婚したら家庭に入ってくれ。彼にそう言われ、私は結婚を機に今まで働いていた会社を退職することにした。寿退社だったのでみんなからとても祝福され、結婚式でも盛大に祝ってもらい幸せを感じた。そして夫婦となり一緒に住み始めた私たち。私は家庭に入ってほしいと夫に言われていたから、しっかりと家事をこなさなければなと思った。だから一生懸命に掃除をして料理も頑張った。最初はとてもうまくいっていたと思う。この煮物すごくうまいな。ほんと。ありがとう。また作ってくれよ。うん、もちろん。家もすごく綺麗だし、毎日こんな美味しい料理が食べられて幸せだよ。夫は私の家事が素晴らしいと満足そうにしていて、よく感謝をしてくれた。そんな風に夫に喜んでもらえることはとても嬉しくて、私はさらに家事を頑張った。お弁当も凝ったものを作ったし、休みの日にはお菓子作りにも励んだ。デザートまであるなんて最高だな。ほんと、のぞみと結婚してよかったよ。そう言ってくれてありがとう。私もマサトと結婚できて嬉しいわ。結婚してからの1年間はとても幸せだった。新婚だからというのもあるのだろう。どんな些細なことも楽しく感じたし、夫が働きに出て私が家事をするというのがうまくはまっていたように思う。だが結婚して2年目に突入し始めた頃から、少し夫の態度に変化が現れ始めた。きっかけは夫が課長に昇進をしたことだった。聞いてくれ、のぞみ。俺はついに課長に昇進したぞ。え、本当に。おめでとう。早速お祝いだ。うん、そうしよう。そう言って夫は私を連れて高級寿司屋に連れて行った。マサト、ここはいくらなんでも高級すぎない。そのお店はテレビでも何度も紹介されているほどの名店で、値段がものすごく高いことでも有名だった。だが夫は気分が良くなっているので、すでに予約も取っていたようで、気にせず私を連れて中に入ってしまった。せっかくの俺の昇進祝いなんだから、これくらいの贅沢をさせてくれよ。夫にそう言われてしまっては私も断れなかった。まあ、1回くらいならいいか。これからの食費を私がうまく節約していけば問題はないだろう。そう思いながら私も夫と一緒に高級寿司を楽しむことにした。さすがに名店なだけあって、お寿司はすごく美味しかった。だが夫はまるで回転寿司屋に来たかのようにたくさん食べて、さらにはお酒もたくさん飲んでいた。そのためお会計を見て私はぎょっとした。2人合わせて25万もかかったのだ。予想以上の金額に私は困惑した。これは相当食費を削っていかなければ。でも夫がとても満足そうにしていたので、夫自身へのご褒美ということにするかと割り切ることにした。この時はまさか夫があんな風になってしまうとは思いもしなかった。昇進祝いのお寿司で散財をしたので、私はなるべく食費の節約に励んだ。すると少し経った頃に、夫からこんなことを言われた。なあ、なんか食事が質素になってないか？そう。私は少しとぼけた。確かに質素にはしている。だが夫にはバレていないだろうと思っていた。しかし夫は日々の食事のメニューが少なくなっていたり、
似たもののレパートリーが増えたと主張してきた。俺は課長になったんだぞ。どうしてこんなに食事が貧乏臭いんだ。普通は今までよりももっと豪勢にするべきだろ。お前は俺のことを舐めてんのか。夫はだんだんとヒートアップしていき、顔を真っ赤にしてそのように叫んだ。私は夫がいきなりそのように怒り出したので、びっくりしてしまった。そんなに怒らなくてもいいじゃない。それに舐めてなんかいないわ。私はこのままではいけないと思い、正直に話すことにした。この前の昇進祝いのお寿司が予想以上に高かったから、今は節約をしているのよ。はあ、節約。そんなもんいらねえよ。俺は昇進したんだぞ。それはつまり給料が上がったってことだ。昇進祝いは高かったのかもしれないが、そんなのいつでも取り返せるんだよ。それよりももっと日々の食事をうまいもん食わせろ。ストレスのかかる仕事が増えるんだから、食事を良くするのは基本だろ。あとビールも今までのよりランクを上げとけよ。これからは必ず肉をメニューに入れろ。お前は専業主婦なんだから家事を完璧にこなせ。夫はそのように上から目線で命令してきた。私はまだ言い返したかったが、先ほどのように鬼の形相で怒られたら怖いと思い、ただ従うしかなかった。それから私は夫に言われた通りに品数を増やして、お肉も必ず入れた。またビールも今までよりも高いものを買うようにした。毎回スーパーで買い物をするたびに高いなと感じながら、私は家に帰り晩ご飯の支度をする。私はあまり贅沢をするということに慣れていない。もともと倹約家だった両親に育てられてきたからだ。そして母が8年前に亡くなり、父も5年前に亡くなっている。私にはもう親はいなくて、親の教えとか思い出とかそういうものがより強く残っているのだ。たまに楽しんだりする贅沢はいい。だが生活水準を上げてしまうと、下げるのはなかなか厳しくなる。人間、一度甘い蜜を吸ってしまうとそこから抜け出せなくなるものだ。浪費というのも、ほんの少しの連続でどんどん積み重なっていく。私は親からコツコツと積み上げていくこと、そういったことを教わってきたので、夫が心配でならないのだ。しかし、前回のようなことがあるので、私は夫への対応をとても慎重にすることにした。夫はお金を使うことにこだわりを持っているようだ。だからそれを頭ごなしに否定してはならない。課長になったことで、ステータスが上がったという実感が欲しいのだと思う。私は夫が気づかないレベルで節約をしようと考えた。最初は、お肉を特売日にまとめて買って小分けして冷凍保存しておくとか、八百屋に行って野菜を買うとかそういうことをした。また私のスマホを格安SIMに変更したり、私の車を売ったりなど、固定費も節約していった。そのおかげで数万円ほど月々節約することができた。そして私自身もプチプラの服や化粧品を買うようにしたし、なるべくお金を使わない日を増やしていった。料理も私はレシピをたくさん調べて、安くても見栄えがいい料理を作ったり、味を研究して美味しいものを作っていった。夫の目はうまくごまかせているようで、それからは特に何も言われなかった。それどころか、ちゃんと言われた通りのことができるじゃないか、と褒められた。これならこの前の昇進祝いのお金を取り戻せるだけではなく、貯金もできそうだ。私はそう思いながら、私は継続して節約をしていった。だがそんな私の努力が水の泡になることが起きた。それはある日の休日のことだった。夫は午前中に買い物に行ってくると言って、上機嫌に家を出て行った。一体何を買いに行ったのだろうか。私は疑問に思いながら、お昼ご飯を一人で済ませて家でくつろいでいた。すると昼過ぎに夫が帰ってきた。お帰りなさい。おう、どうだ。これ、かっこいいだろう。そう言って夫が見せてきたのは、なんとゴルフクラブのセットだった。どうしたのこれ。
買ったに決まってるだろ。嘘。夫が買ったと言っているゴルフクラブはかなり高そうだった。しかも何本も入っていて、私は嫌な予感がした。これ全部買ったの？ああ、もちろんだよ。いい買い物をしたよ。満足そうにしている夫。私は何よりも値段が気になっていた。ちなみにそれは全部でいくらだったの？私がそう聞くと、夫はニヤッと笑いながらこう答えた。聞いて驚くなよ。全部で60万だ。60万。私は驚愕した。ちょっと高すぎじゃない？いやいや、本気で始めるのならこれくらいのを買わないと。ちょっと待ってよ。もしかして初めてゴルフをするの？ああ、初めてだよ。だったらもっと安いセットから始めた方が良かったじゃない。だから本気で始めるのなら、最初からいいのを買うべきなんだって。これで俺は接待でも恥ずかしくないぞ。早速ゴルフ教室に予約をしよう。打ちっぱなしで自分でやってみることから始めなよ。教室に習いに行ったら、そこでまたお金がかかるでしょ。ゴルフクラブでかなり使ったんだから、そこは。私がそう言うと夫はめんどくさそうな顔をした。ああ、もううるさいな。俺の稼いだ金だぞ。専業主婦のお前が、俺のすることにケチをつけるな。お前は黙って家事をしてればいいんだ。俺に養われているということを忘れるんじゃねえぞ。そう言って夫は自分の部屋に入っていってしまった。私は一人居間でため息をついてソファにへたり込んだ。せっかく貯金ができ始めたというのに振り出しどころかマイナスだ。夫は課長になってかなり給料が上がったと思い込んでいるが、実際はそこまでではない。もちろん新入社員の頃から考えると上がっているだろうが、夫が今しているような贅沢はできない。そこまでの稼ぎは夫にはない。だが夫は完全に自分が高収入だと思っているようだ。そして傲慢になり、私に対してありえないほどひどい態度をとっている。私はこの人と結婚生活を続けて大丈夫なのかと思い始めた。だがそんなタイミングで、私は妊娠していることが判明した。おう、妊娠したのか。まあ俺はどんどん出世していくし、せがれくらいいないと男じゃないよな。立派な息子を産んでくれよ。そう言って妊娠を祝福する夫。だがその言葉は、まるで女の子は認めないといったような感じだ。私は少しずつあらわになっていく夫の本性に、どんどん幻滅していった。そして私のお腹が大きくなって体が思うように動かせなくなっても、今まで通りの家事を要求した。おい、まだ晩飯できてないのかよ。ごめんなさい。ちょっと体調が悪くて。俺は忙しく働いて疲れてるし、腹が減ってんだぞ。専業主婦なんだからちゃんとしろよな。夫はそう言ってソファにドカッと座った。そして寿司の出前を取っていた。だが私の分もあるのかと思ったら、自分の分だけだった。お前は自分で用意しろ。この寿司は俺だけのもんだ。ビールと寿司で満足そうにしている夫。こんな状態では安全に子供を産めない気がする。また夫は私の体調なんて気にすることなく、最近はどんどん帰りが遅くなった。いつも酒に酔っ払っていて、妊婦の私が介抱をするというおかしな状況が続いている。そんな中、私は洗濯をしようとした時に、夫のワイシャツの襟元に口紅のような赤い色の跡を見つけた。これってまさか、もちろん夜のお店に行った可能性もある。だがなんとなくここ最近の夫の態度などを見ていると、不倫をしているのではないかと疑うものが多かった。もし不倫をしているのなら、もう無理だ。私は興信所に調査を依頼しようと思った。そしてそんな中、夫との関係がもう修復できないようなことが起きた。今日検査行ったら順調だって。ああ、そうか。それで性別なんだけど、女の子みたい。は、女の子。
夫はそう言うとつまらなそうな顔をした。ふざけんなよ。え、俺は立派な息子を産めって言っただろ。なんで女なんて産んでんだよ。そんな。夫はそう言って出かけてくると言って、家を出て行ってしまった。ああ、もうこの人と一緒にいるのは無理だ。そう思う自分がいた。そして私は次の日に帰宅してきた夫にこう言った。里帰り出産として実家に帰るから。はあ、里帰り。夫はそう言っていぶかしげに私を見た。そして何かを考えた後、夫は一瞬ニヤッとなりこう言った。じゃあ、ずっと実家にいればいいんじゃね。金も稼げない寄生虫の顔なんて見たくないんだよ。そう言って高笑いをする夫。きっと私がいなくなれば、ここに女性を連れ込めると思ったのだろう。大丈夫。もう見ることないから安心して。は、私の返答の意味がわからず、首をかしげる夫。とりあえずもう荷物はまとめてるから私行くね。ああ、私は何か言われる前に荷物を持って家を出た。そしてすぐにタクシーを拾って実家に帰った。実家といっても、厳密には父がもともと所有していた投資用の高級マンションの部屋である。ここは以前は貸し出していたのだが、私が相続してからは貸し出してはいない。いつか子供が生まれた時に、夫にサプライズでこの部屋があることを教えて、引っ越そうと思っていたからだ。だがそれも、私が離婚後に住むための部屋になったというわけだ。私はそれから、数日ほど引っ越し先の家でゆったりと過ごしていた。夫からは家事をしに帰ってこいと言われるかと思ったが、きっと女性を連れ込んでいるから連絡をしてこないのだろう。案の定、夫は油断したようで、自宅に女性を連れ込んでいる写真が、更新所の調査で何枚も手に入った。これで全部カードは揃った。私は準備が完了したので、夫が住む家に内容証明を送った。すぐに夫から電話がかかってきた。おい、内容証明だなんてものお前が送ってきたのか。ええ、そうよ。どういうつもりだ。俺が不倫。くだらないにも程がある。そんな嘘をでっち上げて、旦那を困らせてどういうつもりだ。嘘なんかじゃないわよ。ちゃんと証拠はあるの。ガールズバー勤務のゆかちゃん、かわいいわね。え、私がそう言うと、夫は動揺しているようだった。私がそこまで調べ上げているとは思っていなかったようだ。嘘だろ。どうしてお前が。更新所に依頼したのよ。意外とあなたは尻尾を出さなかったけど、私が撒いた餌に引っかかって見事に最後は尻尾を出してきたわ。もう言い逃れはできないから。あなたとは離婚をするし、もちろん慰謝料も支払ってもらうわ。私がそう言うと夫は開き直った。は、どうせ俺と別れて慰謝料をもらったところで、お前が俺よりも貧しくなることは変わんねえんだよ。そうかしら。あなたには言ってなかったけど、私、実はかなりの額の遺産を相続しているの。は、遺産。ええ、私たちが付き合う前に、親がどちらも亡くなっていることは知ってるでしょ。私の父は投資に力を入れている人でね。まあ、正直とんでもない額の遺産を残してくれてたの。だけどそのことを先に言ってしまっては、お金に目がくらんで私自身をちゃんと見てくれないんじゃないかと思ったの。嘘だろ。俺に不倫されて悔しいから、そんなことを言ってるんだよな。はあ、仕方ないわね。私はビデオ通話に切り替えて家の中を見せてあげた。私が住む階は30階なので、今の時間は夜景がとても綺麗なのだ。そんな、まさか。夫は私が窓の外の夜景を見せたり、広い家の中を見せたことで絶句していた。だから言ったでしょ。離婚してからも私は困らないって。だけど私は絶対にあなたから慰謝料は奪い取るし、養育費だって支払ってもらうからね。
それは私を裏切って傷つけた代償よ。覚悟しておいてちょうだい。夫は私の怒声にビビって変な声を上げていた。それから私は優秀な弁護士を雇い、夫と不倫相手に慰謝料を請求。夫には養育費も請求し、支払いが滞った場合は給料を差し押さえできるようにしてもらった。無事に夫との離婚は成立し、毎月の慰謝料と養育費も今のところ問題なく支払われている。だが今回のことは元夫が働く会社にも報告していた。そのため元夫は課長から降ろされて平社員に戻ったそうだ。そして二度と出世が見込めない状態になってしまったらしい。だが今までの自分の浪費癖が抜けず、今は借金をする寸前なんだとか。まあ地獄に落ちるのも時間の問題だろうが、もちろん容赦なく慰謝料と養育費はこれからも請求をする予定だ。一方、私は新しい部屋で快適に過ごしている。無事に赤ちゃんも出産することができ、現在はシングルマザーとして我が子を大事に育てている。当分生活には困らないので、とりあえずは娘と一緒にいる時間をたくさん過ごし、幼稚園に入る頃にまた仕事を始めようと思う。俺、これから月3万しか家に入れないから。どういうこと？俺の職場にさ、毎月の生活費は3万で住んでるやつがいるんだよ。ってことはさ、3万程度で俺たちも問題なく暮らせるってことだろ。何を言ってるの？月3万でどう暮らせっていうの？友人はそれで生活ができてるんだ。1円も入れてないお前が文句を言うな。とにかくお前が今まで好き勝手やってきた分、俺も好きなようにさせてもらうからな。夫は私の話を全然聞いてくれず、自分の稼ぎを好きなように使い始めてしまった。私の名前はのぞみ、32歳の主婦だ。現在、私は在宅で仕事をしている。もともとはパートをしている主婦だったが、生活が大変になってきたので、1年前くらいから副業を並行してやっている。そして副業でだいぶ稼げるようになったので、パートを辞めて副業一本にしている。とはいえ、家事はすべて私がやっているので、毎日本当に忙しい。時間に追われながら仕事をして、夫が帰ってくる前に晩ご飯を用意して、合間合間に掃除をしてっていう生活を送っている。最近はありがたいことに仕事が増えて忙しくなっているので、1分ですら貴重な状態だ。ただいま。おかえりなさい。今、ご飯作ってるからもう少し待ってね。なんだよ、まだできてないのかよ。疲れて帰ってきてるのに、飯ができてないとかマジで萎えるんだけど。ごめんって。お風呂は沸いてるから先に入ってて。夫の正人とは結婚して4年になる。私たちは合コンで出会い、交際を始めて結婚に至った。夫は誠実で人が良さそうだと思ったのだが、だんだんと自己中心的な性格が目立っていった。まず家事を一切しない人だった。夫はずっと実家で暮らしていたようで、料理をしたこともなければ、洗濯もしたことないらしい。そのため私に全て丸投げで、掃除とかも全然してくれなかった。最初は私が専業主婦だったので、別に気にしなかったのだが、夫の給料じゃ2人で生活するのは難しいと思い、すぐにパートを始めた。そうなると、やはり全ての家事を全部自分でやるのは大変だ。でも夫に休みの日に軽く掃除とかをお願いしても、疲れてるしやり方がわからないと言われてしまい、全然手伝おうとしてくれない。そのため、もう諦めて家事は全部自分がやると決めた。しかし夫は自分はやらないくせにいちいち文句をつけてくる。俺はハンバーグにはチーズも目玉焼きも乗っけてほしいんだよ。冷ややっこは醤油じゃなくて味ぽんだろ。シャツだけどもっとピシッとできないの？アイロンがけしっかりしてよ。こんな風に小言とかを言われて本当に腹が立つ。じゃあ自分でやってよと言うと、俺は一家を支える大黒柱だぞと言って反論してくる。
それならもっと大黒柱らしく稼ぎを増やしてよと思うのだが、それを言ったら大喧嘩になるので、それ以上は言えない。そもそも、夫は在宅での私の仕事をよく理解していないようだ。私が仕事が忙しいと説明しても、お遊びみたいにパソコンをいじってるだけだろ。大した稼ぎでもないのに威張るな、と一蹴してくる。家計は私が全て管理しているので、自分の稼ぎで生活は問題なくできていると思っているようなのだ。仕事から帰ってきたら何もしないでテレビを見て家でゴロゴロする夫を見て、私はいつもイライラする。しかも夫から私の稼ぎが少ないと思われているのもちょっと腹が立つ。夫に対して腹が立つのは、やっぱり夫の収入が少ないからだろうなと思ってしまう。たくさん稼いできてくれる人だと、ちょっとくらい納得がいかないことがあっても、まあ稼いできてくれるしと自分を納得させることができると思う。まあ、夫をパートナーに選んだのは自分だから、無理やりでも納得させるしかないんだろうが。そんな風にもやもやしながら生活していた時、ある日、夫がまさかの発言をした。俺、これから月3万しか家に入れないから。夫の急な発言に私はびっくりして箸を落としそうになってしまった。どういうこと？給料が下がったとか？もしかしてクビ？私はそんな最悪な状況も想像した。だが夫はとんでもない話をしだした。俺、今までお前に搾取されてたって気づいたんだよ。俺の職場にさ、毎月の生活費は3万で住んでるやつがいるんだよ。ってことはさ、3万程度で俺たちも問題なく暮らせるってことだろ。何を言ってるの？お前に全部給料とか管理させて失敗したわ。これからは俺は自分の給料から3万しか渡さない。あとは俺のために使う。これは絶対だ。いいな。いや、よくないに決まってるでしょ。月3万でどう暮らせっていうの？家賃だって支払えないし、生活費だって3万じゃ足りなすぎるわよ。うるさい。俺はもう騙されないぞ。お前はずっと無駄遣いして俺の金をドブに捨ててたんだろ。そんなわけないじゃない。あなたの稼ぎで足りないから私も働いてるのよ。小遣い程度しか稼いでないのに、同等の位置にいるかのような話し方をするんじゃねえよ。友人はそれで生活ができてるんだ。1円も入れてないお前が文句を言うな。とにかくお前が今まで好き勝手やってきた分、俺も好きなようにさせてもらうからな。夫は私の話を全然聞いてくれず、自分の稼ぎを好きなように使い始めてしまった。服とかを買い漁ったり、やたらと後輩を誘って飲みに行っておごったり、まるで役職がついた高収入の人のような過ごし方だ。私は自分の稼ぎは将来のために貯金していたのだが、仕方ないので自分の稼ぎで2人の生活費を賄うようにした。生活費を稼ぐためには、もう少し仕事を増やさなければという気持ちがどうしても強くなる。だから私は仕事の受注を増やしたのだが、その分、家事になかなか手が回らず毎日かなり大変だった。もうこんな時間。ある日、仕事に集中していたら、いつの間にか18時を過ぎていて、夫がもう帰ってくる時間となってしまった。急いで作らなければと思ったが、さすがに仕事で疲れていて、今から作る気にはなれなかった。そして今日は出前を取ろうとピザを注文した。ただいまって、今日の晩飯ってまさかこれ？ピザを指さしながら、明らかに不満げな顔を見せてくる夫。ごめんね、ちょっと仕事が忙しくて作る暇なかったの。はあ？なんでだよ。お前いつも家にいてゴロゴロしてるくせに、忙しいわけないだろ。だから言ってるじゃない。私は在宅で仕事してるって。あのパソコンをただカタカタしてるだけのやつか。そんなもんで稼げてたまるもんかよ。小遣い程度しか稼げないのに威張るなって何回言えばわかるんだよ。本気で言ってるの？あなたが月3万しかくれないから私が2人の生活費を賄ってるのよ。嘘つくな。
俺の職場の友人は3万でも余裕で暮らせるって言ってたぞ。それって家賃込みなの？実家で暮らしてるとか家を購入してるとかそういうからくりがあると思うんだけど。細かいことなんて知らん。でも実際にそれで生活ができている人がいるんだ。だからお前もその3万の中からやりくりしろよ。そんな。さすがに無理がありすぎる要求だ。お前は俺が養ってやってるんだから、それくらいやれ。ダメ嫁が。ダメ嫁だと。私は今までで一番腹が立った。ダメ嫁なんて言われて黙っていられるほど心は広くない。わかったわ。それじゃあ、あなたが言うように3万でやりくりするわよ。月3万という暮らしがどれだけ大変か分からせてやろうじゃないか。ただいま。今日の飯は何？今日はハンバーグよ。そうか。なんだこれ。肉の味があまりしないし、食感も肉っぽくないけど。ああ、豆腐のハンバーグだからね。豆腐？なんで肉じゃないんだよ。そうしないと予算を超えるからよ。はあ？どういうことだよ。十分に金は渡してるだろ。そうね。だから渡されたお金の範囲内での最大限の贅沢をしてるわ。夫は納得できないといった顔をしていたが、私は無視して食事を進めた。そして翌日はもやし炒めにご飯と卵の味噌汁を出した。さらにその次の日はかまぼこをお肉に見立てて甘じょっぱい味付けをしたものを丼にして出した。さらに次の日は納豆と白米と豆腐の味噌汁だけのメニュー。夫は日に日に機嫌が悪くなっていったが、私は気にしなかった。すると我慢の限界が来たようだ。いい加減にしろ。お前の嫌がらせは俺への当てつけか。こんな手抜き料理ばっかりしやがって。今まで俺の給料を好き勝手に使ってたのができなくなったから腹を立ててるんだろ。腹は立っているが理由が違うわよ。そもそも昔だってあなたの稼ぎじゃ贅沢なんてできなかったんだから。嘘をつくな。友人が3万で暮らせているのに俺の給料で贅沢ができないはずがないだろ。一回ちゃんとそのお友達に詳しく話を聞いたらどうなの？月3万で大人2人が生活できると思ってるなら、あなたお金のこと何も知らなすぎよ。湯水のようにお金が湧いて出てくる石油王とかじゃないくせに、なんでそんなに無知なのよ。はあ？無知なのはお前だろ。専業主婦は見えてる世界が狭くて困るわ。夫は私がいくら生活費のことを説明しても信じてくれず、それどころか私を罵倒してくる。一体どうすればこの分からず屋に現実を突きつけることができるのだろうか。そんな中、予想もしていなかったことが起きた。私が家にいる時に友人から連絡が来た。ねえ、これってマサトくんだよね。友人から送られてきた写真を見て私はぎょっとした。そこは街中の広めのバーの中だったのだが、夫らしき人物が若い女と腕を絡めながら楽しそうに会話をしていたのだ。この友人は私が夫と出会った合コンに参加していたので、夫のことも知っている。広いバーで薄暗くもあったので、夫は友人がいることに気がついてなかったようだ。そして夫と若い女は腕を絡めながら店を出て行ったらしい。夫は今日は後輩と飲み会だって言ってた。嘘をついて若い女と会ってるって、これ完全に不倫だよね。私は怒りが頂点に達した。月3万しか家にお金を入れず、しかも私のことを散々罵倒しておいて、自分は他の女と楽しい時間を過ごしているなんて。かろうじて残っていた夫への愛情も完全に消えた。今は夫を地獄に落とすことしか頭にない。それからは私は興信所に依頼して夫の不倫の証拠を集めることに。そして数週間後、調査結果が届いた。夫の不倫の証拠写真は十分すぎるほどあり、弁護士に見せると確実に夫の有責で離婚ができるとのことだった。
私はすぐに夫に証拠写真を見せて離婚届を突きつけた。あなた、私に隠れて不倫してたのね。最低。もうあなたを許すことはできないわ。離婚しましょう。夫は一瞬動揺していたものの、すぐに言い返してきた。そうだよ、不倫してたよ。だってお前、全然ダメな嫁なんだもん。不倫相手は若いし可愛いし、お前みたいに金の使い方も荒くなさそうだからな。むしろお前と別れて、彼女と一緒になった方が幸せだろうよ。そう、じゃあ問題ないわね。財産分与はなしでいいけど、慰謝料はもらうから。ああ、好きにしろよ。そう言って夫は離婚届にサインした。こうして私たちの結婚生活は幕を閉じたのである。4年間一緒にいたのに、こんなにもあっさりと別れることになるなんて。だがあんな最低な夫とは別れてよかったと思う。私は離婚後は単身用マンションで暮らし始めた。文句ばかり言う亭主がいないので、家事も仕事に合わせて自由にできる。そのためストレスから解放されてものすごく快適な日々を送れている。こんなことならもっと早くに夫と別れればよかったと思ったほどだ。元夫はどうやらあの家に不倫相手を呼び、一緒に住み始めたらしい。きっと真実を知るのはもう少し先になるだろうが、元夫と不倫相手には必ず慰謝料を支払ってもらうので、元夫がどんなに泣き言を言っても法的手段を取ってでも絞り取るつもりだ。夫と離婚して一人での生活を始めてから1ヶ月が経った頃、元夫から鬼のように電話が来た。私が電話に出ると、ものすごく慌てた様子だ。もしもし、一体何の用なの？おい、お前。今までどうやって生活を回してたんだ？いきなり何よ。今の彼女に、お前の時みたいに今月の3万って言って渡したら、喧嘩になっちゃって。これっぽっちしかくれないなら出ていくって、出て行っちゃったんだよ。あらら、それは残念ね。なんてひどい女だって思って、それから一人で暮らしてたんだが、全然金が足りないんだよ。そりゃそうでしょ。あんたその家の家賃は12万よ。手取り15万のあんたが、そこに住みながらまともな生活を送れるわけないでしょ。でも友人は月3万で暮らしてるって。だからちゃんと話聞いてきなさいよって言ったでしょ。それに私、ずっとあなたに言ってきたよね。月3万じゃ暮らせないって。それなのに全く聞く耳を持たずに、私を罵倒しまくったあんたが悪いのよ。悪かった。だから戻ってきてくれ、のぞみ。はあ？あんたバカなの。私がそんな都合のいい女だなんて思わないでちょうだい。あんたのところになんて絶対に戻るわけないでしょ。それよりも慰謝料はちゃんと支払ってよね。そんな金あるわけないだろ。今のマンションを解約して安い家賃のところにでも住めばいいじゃない。とにかくあんたに金があろうがなかろうが慰謝料は要求し続けるから。そんな。その後、私は元夫に慰謝料の請求の催促をしたのだが、なかなか支払ってもらえなかったので、彼のご両親に連絡をした。すると元義両親は離婚したことさえ知らなかったそうで、元夫に大激怒。とりあえずは元義両親が慰謝料を元夫の代わりにまとめて支払ってくれたのでよかった。元夫は強制的に実家に戻らされ、元義両親の監視のもと、給料から立て替えた慰謝料分の支払いを強いられているらしい。遊ぶ金なんて当然あるはずもなく、毎日職場と実家の往復だそうだ。しかも私が結婚してた頃の話を元義両親にしたら、私たちが甘やかした結果だ。本当にすまなかったと謝ってくれて、今は元義両親が元夫に家事を無理やりやらせているそうだ。今まで好き勝手やってきた元夫にとっては地獄の日々だろうが、自業自得だ。これを機に世の中のことをもっとちゃんと知ってほしいと思う。一方、
私は順調に在宅での仕事を続けることができており、貯金もかなり溜まってきた。元夫との結婚生活で唯一感謝してもいいなと思うところは、節約レシピをいろいろと開発できたことだ。そのおかげでものすごく食費を抑えることができている。ある程度貯金が貯まったら、投資に回してもっと資産を増やそうと思う。そしてセミリタイアして近い将来、悠々自適な生活を送るのが私の今の目標だ。何か勘違いしているみたいだけど、ローンの毎月の返済額は